皆さんこんにちは。ジャパンサイファイの J です。神回すぎて情報量多すぎて解説できない。でもご安心を。パーメットスコア8発動ブシュというわけで、早速解説していきましょう。第17話、安定の神回、最高です。ありがとうございました。さて、今回大事なのは、なぜプロスペラが最後の決闘に応じたのか、そして白い光の意味は何なのか、なぜミオリネはクワイエットゼロを引き継ぐことを決めたのか、めちゃくちゃ大事なシーンがたくさんあったので、それぞれ解説考察していきましょう。まず、冒頭シーン。まあね、冒頭シーンいっつも詰め込みすぎなんですよ。さて、冒頭ではミオリネとプロスペラの会話がありました。ここではプロスペラは約束してくれる？次の総裁になるってと発言。しかしここではミオリネは結局は引き継いでやるわよと発言しています。一体なぜミオリネは総裁を引き継ぎ、クワイエットゼロも受け入れたのでしょうか？さらにここでプロスペラは悪魔の交渉術を使っています。もう一回だけ決闘させてと可愛く頼み込んでますね。今回プロスペラが使用した交渉術も見てみましょう。この会話ではプロスペラもスレッダをエアリアルに乗せるというゴールを達成しているんですよね。つまりミオリネとプロスペラの会話ではプロスペラは完全に勝者です。プロスペラはミオリネの総裁立候補も手に入れたし、ミオリネのクワイエットゼロ計画引き継ぎも手に入れたわけです。さらには、スレッタとエアリアルをもう一度決闘させるというのも、プロスペラは手に入れたわけですね。もうめちゃくちゃぶんどってますね、このお母さん。プロスペラの交渉術は恐るべきものでした。最初に色々とミオリネに対してデリングの過去の罪をこすっておいて、ミオリネに無理難題を頼んでおいて、一番最後の最後に1回だけと相手が承認しやすいリクエストを出してイエスと言わせる。この第17話は全営業人材が泣いたのではないでしょうか。例えば友達に1万円貸してくれと言った後に、やっぱり1000円だけ貸してくれよと頼めば、まあそれくらいならと貸してくれるわけですね。地獄の交渉術、プロスペラなんて狡猾なやつ。しかしですね、ここで問題になるのは、なぜミオリネが全て受け入れたのかです。これを説明していきましょう。なぜミオリネは総裁選を引き受け、さらにはクワイエットゼロ計画を引き受けることを決意したのでしょうか。我々は以前、クワイエットゼロ計画は表向きは人類の意思をパーメットでつなぐネットワークであると考察しました。さらには人類の意識を保存して人類が生き残るもう一つの手段を模索する技術であると考えています。つまりミオリネはあくまでもクワイエットゼロとは表向きは人類に貢献する技術を引き継ぐということを理解している。だから引き受けたということがわかりますね。しかしミオリネもバカではないです。プロスペラの裏の意図は読めていなくとも、何かプロスペラが裏があるはずだ、考えているはずだと分かっているはずです。ここでプロスペラの裏の狙いとは、クワイエットゼロを実現して世界を書き換える。例えばエリクトを実体化させるだとか、人類をパーメットで制御するですね。しかしミオリネはラジャンとの会話で自分の道を行けと言われて、独自の路線でクワイエットゼロ計画を進めようとしています。つまりクワイエットゼロ計画をやりながら、プロスペラを途中で締め出せばいいわけですね。プロスペラに従ったと見せかけて、途中でプロスペラを締め出す算段があるからこそ、引き継いでやるわよと発言したということですね。では、今度はプロスペラはどうでしょうか？プロスペラは本来であればエアリアルをガンガン決闘させてスコアを上げていきたいはずです。しかしなぜ、あと1回だけと言ったのでしょうか？ここには深い理由があります。プロスペラが1回だけと言ったのは、1回だけで良かったからです。この1回だけで欲しいものが手に入るということを分かっていたというわけです。では、その1回で何が達成できたのか。それはエアリアルがダリルバルデと交戦した時に見せた白い光ですね。この白い光こそが全ての鍵です。解説は後でやりますが、この白い光、皆さん見覚えがありませんか？そう、エリクトの背景と同じ色です。これが一体何を意味するのか、最後に解説考察していきましょう。ですが、その前に今回の決闘とはどういう意味だったのかを整理する必要があります。この決闘では、スレッタ、ミオリネ、エリクト、グエル、プロスペラ、ベルの5人の感情が複雑に絡み合っています。なので、正直第17話を見終わった時の感想は、何が何だかわからんでした。ですが、お任せください。詳しく説明していきましょう。まずはシンプルなスレッタから。スレッタの思いは決闘に勝ちたい。決闘に勝ってミオリネさんに褒められたい。お母さんに褒められたいです。ここはもう単純ですね。もう全員こうならね、解説が楽なのに。お次はミオリネ。ミオリネの目的はスレッタのプロスペラからの脱却ですね。つまりスレッタを母親から引き剥がしたいわけですね。ミオリネはスレッタを大切に思っています。ですが、そのスレッタは母親、エアリアル、ミオリネ、この3つで全てが構成されていて、スレッタにはそれ以外のものが完全にないわけです。第17話の最後、皆さんはこう思ったはずです。スレッタかわいそう。スレッタ
こんなに奪われて何が残るのと、まさにそれです。ミオリネはスレッタが頼る存在を全て奪い去ることでスレッタの成長を促したのです。このスパルタ教育はデリングの方針も同じでしたよね。あえてミオリネに対して厳しく接することで本当の成長を促すという教育のやり方です。スレッタから見れば母親も仕事でどっか行っちゃうし、エアリアルもグエルにパクられたし、ミオリネとのホルダー契約、結婚もなくなるし散々なわけです。しかし、それら全てを奪われて最後に残ったものこそスレッタ本人のもの。そこからどう成長できるかがポイントなわけです。ミオリネの大切なものはスレッタというのは変わっていないということがミソですね。なぜミオリネはここまでしなくてはならないかというと、スレッタは全て母親、エアリアル、ミオリネに頼っているからですね。さて、お次に解説したいのはグエル。グエルの大切なものはジェターク社とスレッタです。グエルはスレッタに勝つことでジェターク社の名前を取り戻せますし、スレッタに勝つことでスレッタを母親の呪縛から解き放てる。そのためにグエルは戦ったわけです。自分の愛する女子から成長のためとはいえ奪い去らなければいけない。でも会社や仲間のために戦わなくてはならない。さらに父親の死というトラウマも乗り越えなくてはいけない。そんな究極の状況でグエルは AI の力を借りながら最後まで戦ったというわけです。グエルやば。では次はプロスペラについて。プロスペラの思惑は一体何でしょうか？プロスペラの思惑はパーメットスコア8の発動です。ここでは白い光をスコア8と仮定して話を進めましょう。ここでプロスペラはあと一度戦いオーバーライドを発動させればエアリアルがスコア8に到達すると知っていたわけです。なぜか、それは学園に残った最後のライバルがグエルであり、ビットを使用するダリル・バルデであるということが分かっていたからです。プロスペラとミオリネは明らかに繋がっていました。おそらくプロスペラはミオリネに対して、うちの娘を負けさせてあげるわ。でもその代わり、強い相手でないとダメよ。とミオリネと交渉したことでしょう。だからこそ学園で最強のグエルが呼ばれたわけです。つまり、プロスペラはグエルとスレッタを戦わせ、なおかつスコア8を発動させることに成功したわけです。さらにこの画面では、プロスペラの画面に白い筋、スコア8の光が走っています。喜びの声を上げていることからも、エリクト復活への最後のピースが揃ったと言えるはずです。あと1回の決闘でという発言もこれを支えているわけですね。そして、こんな地獄の状況、ベルは一体何をしたのかというと、これもやはりエアリアルを負けさせるための仕掛けを仕掛けたのだと考えられます。ベルはプロスペラに取り込まれてクワイエットゼロに協力せざるを得ない状況になっていますから、ベルがエアリアルを停止させる罠を仕掛けたのだと考えられますね。そして最後にエリクト。エリクトは明確にごめんねとスレッタに発言していました。エリクトは一体何がしたかったのでしょうか？エリクトの目的は明確ですね。それは自分の復活、そしてスレッタを守ること、そして母親の計画を実現することです。エリクトはスコア8という母親の目的を達成した後、スレッタを守るためにベルからの停止指示を受け入れ止まったわけです。エアリアルはエリクトという究極のセキュリティを持っているので、外部命令で停止させられるのはどう考えてもおかしいわけです。あくまでもベルとプロスペラはタイミングを指示しただけであって、エアリアルの警備員であるエリクトは、はいはい、目的達成したのね。じゃああとはスレッタを守るためにエアリアルの電源切っておくね。というわけで停止したわけです。ここまで来れば第17話の複雑な人間関係やエリクトのセリフの意味が紐解けますね。大変だった。さて、最後に解説したいのはエアリアルの光。解説したいポイントは2つあります。まず1つ目に、スレッタは能動的にスコア6を発動させていたということ。青い光を自ら能動的に発動させていましたよね。今までスレッタがピンチに陥った時、エリクトがスレッタの前に出て、私が代わりにやるわという感じでエリクトが発動していました。しかし今回スレッタが発動していた描写だったので、少しずつスレッタ側にエリクトの能力が移っているということがわかるはずです。次に解説したいのは問題の白い光。我々は以前、プロスペラの目的はパーメットネットワークの実体化ではないかと考察しました。これ、実体化してます。現実世界に出てきてますね。なぜなのか説明していきましょう。この白い光は本来エリクトが溶け込んだパーメットの世界でしか見られない白い光でした。しかし今回エアリアルの白い光は現実世界に漏れ出していました。そう。つまりスコア8。パーメットネットワークの実体化がある程度実現していたという描写なわけです。そしてこのネットワークをクワイエットゼロで増幅すればパーメットネットワークを実体化させることができる。すなわちエリクトが現実世界に降臨する日も近いでしょう。以上が第17話の解説考察でした。皆さんの感想や気づいた小ネタがあればぜひ教えてくださいね。もう毎度情報量多くて解説者としての腕前が問われているわけですが、少しでも皆さんが持っている謎を解決するために頑張っていくので、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは皆さん、次の SF でお会いしましょう。